皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、政府レベルにおける対中国包囲網、そして世界各国の国会議員らによる連携によってこの中国包囲網の動きを強めるという、そうした動きなども見られています。この2つの話について取り上げていこうと思います。今、世界では中国の勢力拡大というものが非常に懸念されています。その中において、実際にアメリカは制裁などをかけており、中国のこれ以上の勢力拡大を望んではいません。そしてヨーロッパなどにおいても、中国はあくまでもビジネス上における巨大市場という捉え方が非常に大きかったわけですが、少しずつその考え方も変わりつつあるようです。特に現代においては物理的に距離が離れているというだけで自分たちが安全であるという考え方は時代遅れになりつつあります。ヨーロッパがようやくここに来て中国の危険性について正面から捉えようとしているのは良い兆候だと言えるでしょう。それでは中国包囲網、政府レベルの動きと、そして世界各国の議員たちの動きについての関連ニュースをどうぞ。香港問題で G7 声明、日本提案、一国二制度を維持を。中国が香港への統制を強める香港国家安全法をめぐり、日本政府が主要7カ国 G7 の外相による共同声明を提案したことが分かった。全国人民代表大会全人代の制定方針に憂慮や懸念を示し、香港に高度な自治を保障する一国二制度の維持を求める内容で調整する。安倍首相は8日の衆院本会議で、香港の情勢を深く憂慮していると述べた。菅官房長官も同日の記者会見で、基本的価値を共有する G7 などの関係国と緊密に連携していくことが重要だと強調した。全人代は5月28日に、香港国家安全法の制定方針を採択した。菅氏は採択直後に記者会見で深く憂慮すると表明し、秋葉外務次官が中国の高駐日大使を呼んで日本の立場を伝えた。その後、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダの4カ国が深い懸念を示す共同声明を出した。菅氏は6月8日の記者会見で、日本は強い立場を直接ハイレベルで中国側に伝達するとともに、国際社会にも明確に発信してきていると説明した。日本政府は G7 が足並みを揃えて、改めて国際社会の懸念を訴える効果を期待する。政府関係者によると、声明の発表には一部の国が慎重姿勢を示しており、G7 の事務レベルで協議を続ける。各国政府の協調というものが模索されている中で、それぞれの国の議員たちが国際的な連携を深めようとしています。日米欧反中議員連盟発足、中国の切り離しを呼びかけ。経済発展で民主化するどころか独裁色を強め、新型コロナウイルスの情報隠蔽問題や、香港に対する国家安全法の採択などのやりたい放題の中国に辟易し、脅威も感じ始めた政治家たちの中国包囲網の背景には、これまでの過剰な楽観主義はもはや持続不可能の共通認識が、欧米や日本の国会議員が足並みを揃え、中国問題に対する楽観論を捨て、新たな戦略的アプローチを目指す団体を立ち上げた。中国に関する列国議会同盟 IPAC だ。公式サイトによれば、IPAC は民主主義国と中国の交渉の在り方の改革に向けて働くために設立された。アメリカからは共和党保守派のマルコ・ルビオ上院議員らが参加。他にもオーストラリアやカナダ、日本、ドイツ、スウェーデン、ノルウェーの国会議員や欧州議会の議員らが名を連ねる。記事の中では日本の議員が一体誰なのかというのが書いてはなかったので、少しネットで検索してみました。すると、日本の国会議員で出てきたのがこの2人です。現在は無所属の山尾志織議員のツイッターのアカウントから今回の件についての言及がありました。対中政策に関する列国議会同盟発足。中谷元議員と日本側共同議長を務めます。政党も国境も越えた議会人の連帯で香港市民を支え、基本的人権と国際秩序を守る画期的な枠組み。まずは2分の動画メッセージをどうぞ。ここで紹介された動画というのは先ほども出てきたアメリカのルビオ議員のこの発足に関するメッセージです。なお、山尾志織議員のこのツイッターのアカウントを紹介したわけですが、残念ながら中谷議員のインターネット上の活動というものは Facebook にしても Twitter にしてもほとんど行われておらず、今回の件に関してのコメントというものを発見することはできませんでした。それでは記事に戻ります。
中国と民主主義国との関係は以前から順調とは言い難かった。中国の人権問題や貿易問題に関わる長年の摩擦は、新型コロナウイルスの感染拡大や香港に対する国家安全法の導入を受けてさらに悪化している。アメリカでは景気の急速な冷え込みや全米に広がった人種差別抗議デモの中で、トランプ大統領が中国に対し強硬な態度をとっている。民主党の大統領候補であるバイデン前副大統領もそれに負けじと中国に厳しい姿勢を強めている。IPAC 設立を発表するビデオメッセージの中でルビオはこう述べた。中国共産党支配下の中国は世界にとって大きな障壁だ。我々 IPAC は結束し、この大きな課題に手を携えて対応していく。だが、発展すれば中国は共産党の一党独裁から脱するという期待は裏切られた。中国共産党は1989年の天安門事件で改革主義者たちのデモを弾圧し、その後も先進技術を駆使して全体主義の強化に努めてきた。諸外国が対中関係の見直しを進める中、共産党は悪びれる様子もなく、独裁色をますます強めながら中国を超大国の地位に押し上げようとしている。イギリス保守党のイアン・ダンカン・スミス元党首は本誌に対し、自由主義国はこれまで自由市場が中国を民主的改革へと導きという根拠のない希望を抱き、中国に対し無邪気なアプローチを取ってきたと述べた。スミスは新型コロナウイルス問題について、中国政府の本質がこれまでになく非常にはっきりと表に現れるようになったと指摘する。世界中の多くの人々が中国政府は極めて付き合いにくい相手だと認識するきっかけになったと思う。EU はこれまでアメリカと比べると穏健な対中政策を取ってきた。トランプが好む大っぴらな攻撃や陰謀説とも距離を置いてきた。EU の指導者たちは中国との経済関係をチャンスと捉えつつも、バルカン諸国や東欧諸国に対する中国の巨額インフラ投資には警戒の目を向けてきた。IPAC の使命の一つは国家の独立を守ることにある。中華人民共和国が発展途上国、もしくは新興国の主権を借款や投資という口実を使って弱体化させることがあってはならない。つい先日、共同通信が中国に対する非難声明というのを4カ国が行った。これに日本が食らわなかったことによって欧米が失望しているという内容の記事を出しました。しかし、今回の一つ目の記事でも明らかのように、あくまでもその声明に日本が加わらなかったのは、その後により大きな枠組みで中国に対する懸念を表明するためだったという布石だったと言えるでしょう。もちろん先行して行われた4カ国による中国に対する共同声明などに日本が加わっていた方が私は良かったとは思うわけですが、決して中国に対する動きというものが全くないわけではないというのは非常に注目すべきことです。そして G7 の枠組みで共同して声明を出すことができれば、そちらの方がより意味は大きいでしょう。G7 の影響力がかつてほどはないとは言われているものの、だからといって影響力がゼロかといえばそういうわけではありません。そしてトランプ大統領はこの G7 に数カ国を参加させて、より大きな影響力を持たせるべきだと考えています。その試みがうまくいくかどうかはわからないものの、少なくとも G7 という先進各国の首脳が結束を確認するという意味でも非常に良いことだと言えるでしょう。ただし、ここでも一つ大きな問題なのが、ヨーロッパにとってはどうしても中国というものは遠い国であり、そして遠いからこそあまり自分たちとは関係なく、あくまでも貿易市場としての見方が非常に強いというのは、ここは注意点です。何しろ実際に中国に対して制裁などをかけて圧迫をかけているのはアメリカ以外にはありません。ヨーロッパなどにおいてはまだまだ貿易優先で政治と完全に切り離している面があります。中国のファーウェイによる 5G 通信網の基地局整備などについても完全にファーウェイを排除できているかといえばそういったわけでもありません。ヨーロッパにおいてはこれを見直す動きというものはあるものの、あくまでもそれは検討しているという段階で完全に排除できるようなものではなさそうな雰囲気があります。この連携が大きな政治力を持つかといえばそういったわけではなさそうですが、少なくとも情報交換を密にすることによってこの活動に参加している議員たちの対中国包囲網の意識というものが高まり、それがそれぞれ各国における啓蒙活動につながっていけば、中国包囲網に対する理解というものもそれぞれの国で上がっていくことでしょう。ただ、残念なことに今回の日本側の議員というものが、山尾志織議員と中谷元議員の名前しか上がってきませんでした。もっと多くの人々が参加するようなことがあれば良いのになとは思います。ただ、こういった集まりというものは、
名前ばかりで実際の活動というものが非常に小さい可能性があり、そこに名前を連ねる意味というものがさほどないというふうに考えているかもしれません。こればかりは活動がどれほど発展していくのかというのと連動する面があるでしょう。そういった数多くの団体の中には、名前だけは非常に立派だが、実際の活動というものはほとんど行われていないようなものもあるものです。ですから、そのような中身のない団体に名前ばかり連ねて、自分が活動しているかのように装うような議員というものも、国民を惑わせる存在となってしまいます。ですから、政府レベルとは別に国会議員レベルでそれぞれが中国包囲網の一つの活動として様々な情報交換や情報発信というものを盛んにしてくれることを私は願っています。中国は自国にとって都合の良い情報というものを世界各国のテレビ局などに影響力を及ばしてテレビ番組などを制作したり、もしくは各国の大学に講師学園などを置き、中国の大使館とも連携しつつ、自分たちにとって都合の良い広報活動などを展開しているといったように、自分たちの意見というものをいかに世界に広げるかということに非常に周到に準備を進め、そして実際に活動を行っています。こういった合法的にできるようなレベルにおける情報工作戦というものは、残念ながら日本というものは非常に弱い面があり、今後、中国包囲網というものを形作り、多くの人々の支持を得るためにも、日本自身の広報活動というものももっと組織的に、そして長期的な戦略を持って行うことが非常に重要だと私は思います。皆さんはこのことをどう思われるでしょうか？ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。